っとお兄さん、ちょっと寄っていきなよ。おいおい、銭がねえよ、銭が。いけて。なんだい。何をするか。どこにも行きゃしないよ。心得違いをするな。吉原町の任別に入れれば堂々と商いを続けられる。自分の体だ。どこで商おうと勝手だろ。今までは好き勝手に商いをしてきたお前たちも、この吉原に移ってきたからには吉原のしきたりに従ってもらうよ。これからお前たちを私たち車者が入札する。一番高い値をつけた店で働くことになるんだ。こいつはまだ若い。磨けば光りそうだ。何をするんだい。わっちの根はわっちがよく知っている。雇われて働くなんてまっぴらごめんだね。わっちは誰にも使われたくない。こいつどうした。これは加藤改めの。加藤改め様をお騒がせするようなことでは。ケンさん。言葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ。靴底をすり減らして裸足でも止まれないのはなぜ。カバンの中に星空、嵐の夜もそこにある。そろそろ旅に出ろ。ローバーに咲く花よ花よ。ゴロゴロ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。そろそろ走り出せ。壊れるまで遊べ遊べ。踊ろうよ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。おうま、嬉野エランのご用かい。はい。もうすっかり慣れたようだね。はい。おうま、これ嬉野が欲しがるんじゃないか。来てみろよ。これ新小細工だよ。爪や髪、しまいには指を客に送るのさ。あちきはこれほど熱心に一途でありんすえってね。すりゃ客が本気にして駆けつけてくれるって寸法さね。騙すんですか。いや、夢を見させてやるんだよ。どこまで行くんだい。知ってるよ、馬のところだろ。なあ、他に行きたいところはないのかい。
案内してやるよ。芝居はどうだい？それとも越後屋で夏物でも見たくないかい？私の行きたいところ。そうさ。それは無理。なんだって？甲斐周三郎か。なんだあんた。こう見えても俺は火消し同心甲斐久右衛門の嫡男だと言いたいのか。そうだ。町方同心に手をかけられる言われはないな。我らが町方同心風情に見えるか。加藤改めか。あらら。俺の槍は天下無双の何事じゃ。マサさん。ここ数日このマサの店に何度も出入りしておろう。江戸源大丈夫？地面が踊っておる。あの人たちはいけません。シャレが通じない。あれは加藤改めの同心ですよ。加藤。正式には火付盗賊改め凶悪犯を専門に取り締まり戦議無用で処断することが認められている。処断？悪い奴を見つけたらその場で切って捨てていいってことですよ。加藤改めは大概吉原に数名出張っているんです。これは江戸様。おいでとは存じませんで。ああ、これはエビや。お恥ずかしいところをお見せしまして。なんだ貴様ら。ああ、こちらは前島商店の神主様でいらっしゃいますよ。神主？赤い坊主が吉原がよいとはよく聞くが、神主もか？口にお気をつけください。何？今はなくなってしまいましたが、前島商店はこの江戸で最も古いお社で、徳川家よりも古く江戸を守ってきたと申すか。まあまあ、そう言われてるだけで。それよりこの傷は刀傷にしちゃ妙ですね。というと？普通刀はこう体の端から入ります。こんな傷一度突き刺してそのまままっすぐ切るかしないとできやしない。だけどそんな切り方。いや、一つ方法がある。不分けだ。恐れながら申し上げます。手前どもは鳥居様のお屋敷にて御用を申し付けられている身にして、勘定奉行跡部能登守様のご詮議を受けるいわれはございません。いきり立つな本庄。それに花井か。お主たちを改めたいのはこちらにおられる小笠原宝三郎殿。わしとこちらの安倍伊勢守殿はあくまで立ち会いのみ。ならばわざわざ鳥居様が日光御三家で留守の時を狙うのは。その鳥居殿だが、貴公らの鳥居殿に命ぜられし務めは何か。こたびも日光において那須の殺生石のかけらなるものを手に入れんとしたとか。その目的は何か。答えよ両人。貴公らはすでに用意の群れを率いておる姿も目撃されておる。そうだったかな小笠原君。どういう意味です？用意を狩るのが番社改め所だが、その君らがやはり用意を配下にしてるではないか。何のことだ？馬だよ。それに偉人の娘だ。もしあの偉人と馬をまだ君たちがかくまっているならば。もしそのようなことあらば番社改め所を厳しく吟味いたす。口出し無用。申し訳ありません。私が殺生石を奪われなければこのようなことには。まったくだ。西の者に騒ぎを起こされ、しかもこちらを詮議される隙を作るとは。
仕方ないじゃありませんか。それより鳥居様がお戻りになる前に万社改め書黙らせた方がよくありませんか。あの様子ではお二人に異人の娘がまだ生きておること話しておらねな。娘なら吉原に潜んでいる様子。捕らえれば小笠原たちも面目が潰れましょう。吉原から女を連れ出すのは至難の業だが、さすが吉原、栄えてるな。のんきなやつめ。厳罰の頼みでなければまたこんな汚らしい場所に来たくはなかったのだが。帰ってもいいんだぜ。子供のお前にはまだ早い。何を言うか。ちょいとお待ちを。そちらの方は男のなりをしておられるが。私はこいつはただの男芸者だ。前島商店の江戸厳罰の招きだ。これはあちらの辰野屋でお待ちです。いい赤だ。どんな絵の具でもこの赤は出せねえな。だけどな、もっと濃い、もっとすげえ赤い風景を昔見たことがある。赤い風景。やっぱりな。お前も知っているんじゃないかと思ったんだ。異界。異界？雪圧はそう呼んでいる。そいつは誰が男芸者だ。しつこいぞ。大間、厳罰や阿炎は雪圧。雪圧？こんなじじいが。おい、誰だか知らないが言われてるぞ。おい、子供、泳ぎは得意か？おい。ここいらのおはぐろどぶは5尺もあるが、水遊びは勘弁してくれよ。それより異界とやらの話をしてくれよ。リュウダこいつ。なんだお前ら。おとなしくせい。ちょっと手荒な真似はこっちへ来い。友情殺しの下手人。甲斐修三郎、本人は川鍋暁斎と名乗っている絵師加納道博の弟子だ。絵師？それがなぜ遊女殺しを？まだ認めたわけじゃありませんが、あの子暁斎ですか。いろいろと妙な癖があるそうでして。緑毛記ってわかるか？さあ、これです。毛を生やした亀か。絵では見たことがあるが。ある大雨の日、暁斎は川を流れる緑毛記を見つけたんだそうですよ。しかしそれを持ち上げると人の生首だった。普通なら逃げ出すはずだ。ところが暁斎はその亀ならぬ生首を家に持ち帰り、密かに絵に描いていたらしい。他にも喧嘩や火事の場に現れちゃその様子を描く姿を何人も見ている。病だな。絵の台をいつも探している。そしてとうとう人の腹の中を描きたくなったというわけだ。そんな。女は腰から背にかけてきれいに切り広げられていた。蘭学の医者がやるふわけそっくりにな。腹の中を見たかったとしか思えない。それであと大間はなんで捕まってるんだ。素性がはっきりしないうちは暁斎の仲間かもしれないと。なんだと？てっきり亀だと思って手を伸ばしてみればとんだ生首よ。しかも手に髪が絡みついて取れやしね。そのうち流れの深みに足を取られて。
持ち帰って何度も改めて見たが、あれはもうどこにも見えやしなかった。あそこに行きたいのか？どうしてそう思うんだ？さあな、なんだかそんな目をしているからさ。ここじゃねえ、どこか全く別のどこかに行っちまいたいって。行くなよ。あそこが地獄だか極楽だか知らねえが、ここにも楽しいものはいくらでもあるんだぜ。そうは思えない。ここにいる女の人は金で買われてきて男の相手をさせられる。この町は堀に囲まれ、勝手に出ることもできない。だが女たちはどんな男でも相手にしなきゃいけないってわけじゃねえ。花魁にもなれば相手をする男は自分で選ぶことだってできる。外じゃ手に取ることもできねえような着物やかんざしを身につけ、高え酒や料理も客持ちでたらふく食える。それにな、年季明けは27だ。どんな女でも28になれば大手を振ってこっから出ていけるんだよ。貧しい中で生き倒れる百姓娘や一生下働きで終わる娘、そんな奴らに比べたらここは極楽だ。お前だってここなら夢のような暮らしができる。不思議だ。あなたの言葉を聞いてるとなんだか信じてみたい気持ちに。そうかい。様子はどうだ？大間がどうかしたのか？何かあったのか？さて、ではそちらの話を聞かせていただきましょうか。番社改め所という役所については内々に文書が回ってきております。しかし失礼だが、そこもたらはとても幕臣には見えない。ああ、もうめんどくせえな。とにかく大間は遊女殺しなどに関わりねえ。連れて帰るぜ。待て加藤改めに逆らうには覚悟があろうな。この狭い2階で立ち回りか？狭い家での取り物にも慣れておる。おい、いつまで待たせるんだ。今日は早く帰るって約束しちまって。お前おのれ！おい、子供、そこで何してる？よっ。スキャリーが！一度様、また一人女郎がやられて。なんだと？同じ切り口だ。だがずっと大きい。心中。ではこの男が遊女殺しの下手人か？やれやれ、これで無罪放免か。だってそうだろう。この二人が死んだのはついさっき。その時俺はあんたたちの目と鼻の先にいたんだよ。話してやれ。ん？木を花。この女もおかしいな。どうかしましたか？この女も朝死んでいたマサって遊女も彫り物が消えてるんだよ。彫り物？最初に死んでいた切見女郎はマサさん、さっきのは部屋持ちで東雲さん。なんでこの二人を？二人とも
汚職を張っている呼び出しの花魁ってわけでもない。どの店にもいる。俺は自分の目で見たものしか信じない。一晩の揚げ代が2両1分の呼び出しだってつまらないものはつまらない。この2人はここのところ妙に色があった。色？何か体の内から湧いてくるようなさ。だから中で見かけて描きたくなった。蝶の彫り物か。全く同じ彫り物だったから覚えている。いい彫り師が出入りしてるんだなと思っていたが。しかしさっきの女の体に彫り物の跡などなかったぞ。遊女は男の名前を腕に彫り、男と別れると線香で焼くというな。ああ、ひどい火傷が残るけどな。だけどそれもなかった。じゃあ蝶の彫り物はどこに？清花、今日こそは話を聞いてもらうぞ。いつまでもこんなところに100文足らずでどんな男の相手もするような店。わっちと話したければ100文お出し。なぜわからぬ。さなぎはいつか蝶になるとは限らない。帰らぬさなぎも蛾になるさなぎも、さなぎはさなぎ。蝶になりたくないさなぎがぷかぷかと泥に浮かぶ。15の話、羅生門菓子の女。